あなたは変化と混乱から何を学びますか？人間が成長するためには混乱が必要だ。フリードリヒ・ニーチェ。混沌と変化が成長と進歩の基盤であることを教えてくれる言霊を深掘りしていきましょう。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は哲学者フリードリヒ・ニーチェの言霊を紹介していきます。ニーチェは混乱や変化が人間の成長に不可欠だと主張しました。この名言は私たちが日常で感じる困難や予期しない変化をどのように受け入れるかについて考えさせられる言葉です。彼の思想は個人の力強さと成長の追求に関するものが多く、特にこの言葉は成長には困難を避けられないものとして捉えています。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまずフリードリヒ・ニーチェのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。今日はニーチェさんについて学べることを楽しみにしてきました。哲学者であることは知っているんですが、人物像や歴史については何も知らないので、初心者用に詳しく教えてくれたらとても嬉しいです。もちろんだよ、ハミルさん。早速ニーチェの生い立ちについて話していくね。ニーチェは19世紀のドイツで生まれた哲学者。彼が生きていた時代は工業革命で社会が急速に変わっていたんだよ。人々は伝統的な価値観が崩れて新しい考え方を求めていたんだ。つまりニーチェは変化の真っ只中に生きていたってことだね。変化の時代に生きていたニーチェさんは哲学者として歩んでいくんですよね。何か信念とかテーマになるようなことがあったんでしょうか？ニーチェは変化の時代に哲学者として自分の道を歩みながら強い信念を持っていたんだ。彼が掲げていたテーマの一つが超人なんだ。超人というのは簡単に言うと、既存の価値観や社会のルールに縛られず自分で新しい価値を生み出していく強い個人のことを指すんだ。ニーチェはただ人に従うんじゃなくて、自分自身の力で新しい道を切り開くことを大切にしていた。つまり変化や困難に直面した時にこそ人間は成長し自己を超えることができると考えていたんだよ。そしてニヒリズムも彼の哲学の重要なテーマの一つだ。これは既存の価値が失われた時何も信じられない状態のことなんだけど、ニーチェはその空白の中でこそ新しい価値を見出すチャンスがあると説いているんだ。だからこそ彼の信念は自己成長や自己実現に向かって誰もが自分の可能性を広げていけるという考えにつながっているんだよ。すごく面白いですね。自分の考えに対して名前をつけているというのがとても個性的な人物だったんだなって感じます。ニーチェさんが影響を受けた人だったり文化とかってあるんですか？ニーチェはすごく独自の考えを持っていたけど、もちろん影響を受けた人や文化もあったんだ。まず彼が強く影響を受けたのは古代ギリシャの哲学だね。特にギリシャ悲劇や哲学者たちの思想がニーチェの考えに深く影響しているんだ。彼はギリシャ文化の中に人間の強さや生きる意味を見出していたんだよ。それから音楽の分野でも大きな影響を受けているよ。ニーチェは作曲家リヒャルト・ワーグナーに夢中になっていたんだ。ワーグナーの音楽には力強さがあり、その壮大な作品はニーチェにとって理想の芸術表現だったんだ。でも後にワーグナーの思想や音楽の方向性と対立して決別してしまうんだよ。もう一人重要な人物は哲学者ショーペンハウアーだ。彼は世界を悲観的に捉える哲学で知られていて、ニーチェも最初はその影響を強く受けたんだけど、次第にその悲観主義から脱却して自分の超人思想を築いていくんだ。つまりニーチェは影響を受けつつも最終的には自分独自の哲学を発展させていったんだよ。なんかすごいエネルギーを持った人ですね。影響を受けたらさらにそれを進化させていくって感じも魅力的に感じました。ニーチェさんの生きた時代は変化の時代とおっしゃってましたけど、時代背景とそれに対するニーチェさんの考え方を教えてください。そうだね、ハミルさん。ニーチェは本当にエネルギッシュで影響を受けただけじゃなくてそれをどんどん進化させていったんだよ。彼の生きた19世紀末はまさに変化の時代だった。工業革命が進んで
社会の在り方や人々の生活が大きく変わっていたし、宗教や道徳の価値観も揺らいでいたんだ。みんながこれからどうなるんだろうって不安を抱えていた時代だったんだよ。そんな中、ニーチェは混乱や変化を避けるべきものじゃなくて、人生の本質的な一部だと捉えていたんだ。彼は変化や混乱があるからこそ、人間はそれに対応して成長できると考えたんだよ。つまり変化を恐れたり避けたりするんじゃなくて、むしろそれを受け入れて自分の力に変えていくべきだと説いていたんだ。当時、宗教や伝統的な価値観に依存していた人々に対して、ニーチェはその古い価値観にしがみつくんじゃなくて、自分で新しい価値を作り出して未来を切り開いていこうと呼びかけていたんだ。彼の考え方は、時代が変わっていく中で、いかにして個人が自分の力を発揮して成長できるかということにフォーカスしていたんだよ。なるほど。混乱している時代だったら、とても勇気づけられる考え方になったことだろうなって想像できました。言霊の背景となる部分もたくさんヒントが出てきたと思いますが、さらに深いところを教えていただきたいです。では次のセクションで詳しく話していくね。人間が成長するためには混乱が必要だ。この言霊の背景を探っていこう。ニーチェは人生や社会は常に変化し、その変化には必ず混乱が伴うと考えていたんだ。特に彼の生きた時代には工業化が進み、科学の進歩が宗教や伝統的な価値観を揺るがしていたんだよ。人々は今まで信じていたものが崩れていくのを目の当たりにしながら、新しい生き方や価値観を模索していたんだ。ニーチェ自身もその中で古い価値にしがみつくことはできないと感じていた。だからこそ彼は混乱や変化を単なる不安の源ではなく、成長のための必然的なステップだと捉えていたんだよ。自分の道を切り開くためには、その混乱を受け入れ、そこから新しい価値を創造することが必要だとニーチェは強く信じていたんだ。成長するときには混乱が生じる。そしてそこから新たな価値を創造していく。なんとなく理解できました。でも混乱って何を指しているんでしょうか？ただ単に時代が変化していくってことだけじゃないような気がします。人間が成長していく際に生じる心の迷いみたいなところも含まれているんでしょうか？いい質問だね、ハミルさん。確かにニーチェが言う混乱は単に時代が変わっていくという意味だけではないんだ。彼が本当に指しているのはもっと内面的なもの、つまり私たちが成長するときに直面する心の迷いや葛藤も含まれているんだよ。ニーチェが言う混乱とは、人生の不確実性、予測できない出来事、そしてそれに伴う挑戦や困難を指しているんだ。これは外の世界だけでなく、私たちの内側、つまり心の中にも起こるものだよ。人間が成長しようとするとき、誰でも自分はこのままでいいのかとか、これからどうしたらいいんだろうと迷うことがあるよね。その迷いこそがニーチェが言う混乱の一部なんだ。すごくわかりやすいです。迷いは混乱。だったら私は常に混乱している気がします。でもニーチェさん的にはこれは成長のチャンスと捉えるべきだということですよね。そうだよ。迷いはまさに混乱の一部だし、それを感じること自体が成長の兆しなんだ。だから常に混乱しているっていうのは、ニーチェ的には成長のチャンスを常に持っているってことだね。19世紀は工業化や科学の進展で社会が急速に変わり、伝統的な宗教や道徳が揺らいでいたんだ。でもニーチェが注目したのはそういう外的な変化だけじゃないんだよ。彼は私たち個人が心の中で感じる不安や迷い、つまり自分はどう進んでいけばいいのかっていう葛藤も成長へのチャンスとして捉えていたんだ。だからこそニーチェは古い価値観に固執するんじゃなく、その迷いや混乱を受け入れて新しい価値を自分で作り出すことが大事だと強く説いていたんだ。彼にとっては混乱や迷いこそが自分をより強く自由に成長させるためのステップだったんだ。最初はすごく難しい言霊だなって思っていたんですが、理解が深まりました。ニーチェさんはこの言霊で混乱する人々を救いたいって考えていたんでしょうか？最後にこの点をどう捉えていくべきかを教えてください。ニーチェがこの言霊で伝えたかったのは、混乱や迷いに打ちのめされるのではなく、それを成長のチャンスとして捉えることなんだ。だから混乱している人々を救いたいというより、むしろその混乱を通して強くなる方法を教えたいと考えていたんじゃないかな。ニーチェは混乱や変化から逃げるのではなく、そこに立ち向かうことで個人がより強く
そしてより自由になると信じていたんだよ。彼にとって混乱は自己成長へのステップであり、避けては通れないものだったんだ。だから混乱することは悪いことじゃなくて、成長のために必要な経験だと捉えていたんだ。さらに彼は超人という理想を掲げていて、それは自分の力で困難を乗り越え、新しい価値を創造する強い人間のことなんだ。ニーチェが伝えたかったのは、誰でもその超人になれる可能性があるということ。変化や困難を恐れずに受け入れて、自分で道を切り開いていくことが大切なんだっていうメッセージだね。すごくよくわかりました。でも混乱の中でそれを成長のチャンスと捉えるには相応のメンタルが必要なんじゃないかって思います。考え方次第でネガティブにもなっちゃうし、そのあたりについてディスカッションできたらいいなって思います。そうだね。では納得いくまでお話ししてみよう。いくつかのディスカッションテーマを考えてみたよ。どのテーマについてクリアにしていきたいと思うか考えてみてね。変化や困難を受け入れる心の準備をする。予測不可能な出来事から学び、成長する力を養う。混乱の中でも冷静に自分を保ち、前向きに対処する術を身につける。自分の価値観を見直し、新しい価値を創造する機会にする。失敗や逆境を通じて、より強く、しなやかな自分を育てる。混乱の中でも冷静に自分を保ち、前向きに対処する術を身につけるがいいです。ついこの間、友達から相談を受けたんです。仲の良い友達から突然絶交を告げられたって。でも、その理由は教えてくれなくて、自分でも思い当たる節はないそうで、とても混乱している様子でした。きっとこれからの人生で、こうした突然の混乱に出会うことがあると思うんですけど、ニーチェさんなら、どうやって乗り越えていくのか気になります。ハミルさんのお友達、本当に辛い状況だね。突然の出来事ってすごく混乱するし、どうしていいかわからなくなるよね。でもそんな時こそニーチェの考え方が役に立つかもしれない。ニーチェならこう言うかもしれない。混乱や突然の変化は避けられない人生の一部だ。それをどう受け止めるかでその後の自分が決まるとね。まず大事なのはパニックに陥らないこと。もちろん動揺するのは自然なことだけど、その混乱の中でどう冷静さを保てるかが鍵なんだ。友達のことでも理由がわからないと余計に不安になるよね。でもニーチェの視点だと、そのわからないという状況も受け入れることが重要だというだろう。なぜなら全てのことが明確にわかるわけではないし、その中でどう前向きに行動できるかが大事だから。ニーチェのアドバイスを取り入れるなら、まずは冷静になること。そして友達との状況を一旦そのまま受け入れてみる。原因がわからなくてもそれにとらわれすぎず、今できることに焦点を当てる。自分の価値を見直したり、新しい視点で物事を考えるチャンスにできるかもしれないよ。ニーチェにとってこうした混乱は新しい価値を作るチャンスなんだ。だから混乱の中でも冷静に自分を保ち、どう次に進むかを考えることが成長の一歩になるんだよ。冷静になって考えてみることが大事なんですね。その後は具体的に判断していく必要があると思うんですけど、その時に大事になってくるのは価値観でしょうか。どういった指針で行動していくのか、ポイントになることってあるんでしょうか。その通りだよ、ハミルさん。冷静になることが第一歩だけど、その後にどう判断していくか、つまりどんな価値観や指針で行動するかが大事なんだ。ニーチェがよく言っていたのは、自分の価値観をしっかり見直して新しい価値を創造することなんだよ。ニーチェにとって混乱の中で行動する時の指針になるのは、他人の基準ではなく自分自身の基準を持つことなんだ。例えば友達との関係が突然変わった時、相手にどうしてほしいかを考えることも大事だけど、それ以上に自分はどうしたいか、自分が納得できる道はどこかを見つけることがポイントになるんだ。まずは自分にとって大事な価値観を確認してみよう。例えば誠実さ、友達を大切にすること、自分を成長させることなどだね。そしてその価値観に基づいてどう行動するかを判断していくんだ。ニーチェが言う超人っていうのは、自分の価値観に忠実で他人に流されずに自分の信じる道を進む人のことだからね。具体的には、相手が何を考えているのかわからない時でも誠実に自分の気持ちを伝えたり、相手との距離を一旦保って冷静に状況を見極めたりすることも一つの方法だよ。それに
相手がどう反応するかではなく、自分がどんな人間になりたいかを常に意識することが大切だ。だから混乱の中で冷静になった後は、自分の価値観を軸にして次の行動を決めていくことが大事なんだ。それがニーチェの教えにも通じる自己成長への道なんだよ。よくわかりました。これって答えのないことですよね。だから少しでも自分の救いとなる考え方を大事にしていく哲学の凄さに少し触れられた気がします。見てくださっている皆さんも何かいいアイデアがあったらぜひコメント欄で教えてください。ここで学んだニーチェさんの考えを友人と話しながら支えてあげられるように頑張ります。今日もありがとうございました。ここまでご覧いただきありがとうございました。ニーチェの言霊、人間が成長するためには混乱が必要だを通して、私たちがどうやって困難や変化に立ち向かい成長のチャンスに変えていくかを深く考えてきました。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたは変化や混乱から何を学びますか？ニーチェは人生の混乱や不安があるからこそ、私たちは自分自身を見つめ強くなることができると教えてくれました。困難に直面した時、私たちもそれを避けるのではなく、成長へのチャンスとして受け入れていく姿勢が大事ですね。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄で今回ご紹介した言霊について一緒にお話しできると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。